中西でございます。本日はよろしくお願いいたします。私は農学生命学研究科全体の取り組みということで、まず組織の問題、どういう組織で私たちはしているのか、それからあと今まで2回研究課長が申し上げましたように2回報告いたしましたので、その時のハイライトをですね、何枚かもう一度ご紹介したいと思いますが、その後それらの研究が今どういう状況にあるか、それから今回の報告との違いなども含めまして短い時間でまとめさせてご紹介したいと思います。でこれは私たちの研究家で撮りました写真でございますが、牧場をはじめいろんな施設を私どもは持っているところでございます。でまず組織をどういうふうにして作ったか、これはこの前も申し上げましたけれども、私たちは研究家では事故後ですね、どういう研究ができるかということを各先生方に提案をしていただきました。そうしましたら非常にたくさん集まったんですけど、いくつかの分野にカテゴライズ項目分けすることができました。で大体ですね、全体で40、50人の教員の方が出してくださいまして、それを組織化したわけでございます。で実際にどういう組織かと申しますと、これが農学生命科学研究科全体でございますが、この中にですね付属施設、それから各専攻がございます。で同じような分野の研究をされている方もおられるので、出していただいたご提案をもとにですね、いくつかの分野を作りまして、でこの中でそれぞれ演習林とかですね、それから牧場と付属施設と、それから既存の専攻の先生がみんな一緒になって、でこれ初めてのことかと思いますが6つほどのグループを作りまして研究を進めております。で放射能関係とそれ以外のこと、物理的科学的にダメージを受けたところの農業科学についてもグループができております。で実際にどういうテーマでどういうことをしているかということですけど、これだけちょっと拾い上げましてもたくさんございまして、まず水田の話、それから畑の話、それから牧場の話、それから山の話、河川の話、魚の話と、いろんな分野がありますが、いくつかのグループの先生方がこれは自然を相手の現場での研究というのは一つの専門だけでは解けないものですから、複数の専門の先生、例えば水田でも稲作の方と、それから土壌の先生、それから水を研究されている先生たち、それぞれ皆さん一緒になって議論をしているところでございます。で場所はですね、先ほど長澤先生がご紹介されましたけども、左側が、あちこちにいろんなものがあるよということで、皆様方が今おられるのはここでございますが、演習林をはじめ牧場、それから福島県の農業総合センターとも強いパイプがございますので、それからあとはフィールドをされている方もおりますが、全国あちこちで研究をしております。で右側は特に畜産関係の研究といいますか、動物関係ですけれども、被災地ですね、被災地事故があったところから何キロ離れたところということで、4カ所サイトを設けて子孫への影響など、今日お話しいただけると思いますけれども、実験を進めているところでございます。で第1回および第2回でどういうことをご報告したかという、本当のざっとしたハイライトでございますけれども、稲と土壌の先生がですね、これ稲と土壌だけではないんですけれども、汚染というのは非常にミクロを見てもマクロで見ても不均一だと、ポツポツポツという形で放射能は降ってきたなということをご報告いたしました。で時間の経過とともにですね、非常により強固にセシウムは土に、いろんなものに吸着されるようになって、ちょっとやそっと洗っても出てこないということをご報告されたとありました。それからあと作物の吸収はですね、セシウム溶液ができた時の土壌に非常に強固にセシウムがくっつくので、まず土壌からあまり吸えないのではないかと私どもは予測を立てておりますが、稲作というのは年1回刈り取るわけでございますから、この方たちはですね、今年も続けて福島で調べようということで、今水利研究の先生方ももう非常に広いところで実験を始めて研究計画を
今年の研究計画を立てておられてまして、あと試験地、汚染地ですね、汚染米が出たところをもう一度試験作付けをするというプランも立てております。鳥もですね、後でちょっとお見せしますけど、鳥の羽の汚染もやはり不均質でポツポツポツと羽が汚染されているところも分かってきました。でこの先生も鳥だけでなくて、いろんなグループで野生動物について調べております。キノコのことは、富士演習林って静岡県のキノコを調べた場合、あちこちのキノコを調べたわけですけども、今回より前の核実験の時のセシウムも測れたということで、いろいろ考えていかなくちゃいけない、事故前の放射性セシウムの寄与も少し考えなくちゃいけないということをご紹介したかと思いますが、このグループの方たちは落ち葉も含むの森林研究にどんどん今進んでいる最中でございます。この方たちは今回ご報告がないんですが、他の先生方のご報告があります。それから低濃度汚染のをされた方も自己地からですね230キロ離れたこれ田無の圃場ですけどもずっと実験を進めて研究を進めております。でそのハイライトの図だけをですね数枚だけご紹介にしますと、先ほど申し上げましたようにもう至る所不均一にですね、これ土壌の中の放射線がどこに分かるかっていう図でございますけど、実際に土を取ってきてみますとポツポツポツと不均一に分布されているわけです。でこの土壌の汚染がですね時間とともにどう変わっていくっていうのは塩田先生って方があちこちにパイプを埋めまして、で深さごとのですね放射能の値がどうなっていくか、これが最初の3ヶ月は少し全体的に放射能は雨とともにですね少し下がるんですけど、もうそれ以上雨がたくさん降ってもほとんど下がらないってことは土壌にしっかりくっついている、それも表面に多いんですけども、あと有機素に多いとか粘土鉱物に多いとか、そんな実験をずっと研究されてます。あと稲のやられてる先生は汚染米が出たところは意外とその土壌がそんなにひどく汚染されてるとは言えないんですけども、それ調べてみますとどうなるかと言いますと、左側がその稲の刈り取ってきた稲のサンプルの写真でございます。で右側が放射能の図でございまして、土の中にポツポツと放射能がありますけども、穂を中心としてその前の3つぐらいの茎が放射能が高いと、これ色づいているところの方が放射能が高いということでございます。天然のカリウムっていうものがありますが、少し他のところも出てるわけでございますけども、今まで報告されているデータとかですね、あと郡山のデータでは古い葉ほどたくさんセシウムが蓄積されてるんですけど、それとちょっと違うんですね。ということはこの穂が実るちょっと前ぐらいからセシウムの溶液が少しの濃度低い濃度かもしれないけれども流れてきて、それを吸ったんではないかと思っておりますが、そのセシウム溶液はどこがオリジンか、どこのセシウムが流れてきたかってことは今年また詰めなくてはいけないところでございます。で実際に実験室で調べてみますと、左側が水耕液で右側は土を詰めまして水を詰めて、でセシウムを与えて、で稲がどう吸っていくかということを見ますと、やっぱり調べていきますと、やっぱり水耕栽培の方が断然吸っていくわけでございます。で左側が水耕栽培でございますけど、水に溶けたセシウムって非常によく稲に吸われるんですけども、土に与えても土が吸着してることもありますが、あんまり吸ってくれないということでございます。ですから溶け出したセシウムが問題だと、強いセシウムがあって土壌に吸着されてもまずあまり植物は吸えないんではないかという予測を私どもは立てておりますが、そのグループの先生方は今小国地区ですね、伊達市の小国地区で広いところで試験作付けを始めております。で昨年規制値を超える玄米が多数収穫された箇所でもあるわけですけれども、今年どうなるのかの要因を解明するため、また低減策のどうすればいいかという実証試験を今年いたします。もう田植えもほぼ終わった頃でございますが、広い土地を利用しています。それからあと当研究科の教員も、それから福島大学、東京農業大学など他の大学の先生方とも連携しまして、伊達市小国地区の試験作付けを今支援しているところでございます。で本日はプレゼンテーション
ご紹介はございませんけれども、次回か次々回あたりにはこちらの成果もご報告できたらと思っております。からあと2枚だけですが、これは野生動物ということで、ウグイスがですね事故直後を取ってきまして、羽を取ってはまたウグイスは返してあげるんですけども、羽も結構汚染されてました。ただこれは昨年の取った場合、事故直後でして、今年ですねウグイスを取ってきて似たような試験をしましたらきれいになってました。ですから羽というのは生え変わってきれいなウグイスが飛んでるということになります。でこの時の羽の汚染ですけれども、酸で洗ってもですねなかなか取れないんですね。これは吸着だけなのか体内に伝わってここに来たのかっていうような議論もございますけれども、くっついたものが多いとすればですね、空から降ってきたとすれば非常に取りづらいということでございます。これが最後の前回の報告ですけど、これはキノコの場合でございまして、北海道演習林、秩父演習林、富士演習林、あちこちの演習林でキノコを取ってまいりまして、縦軸は放射能でございますが、放射能セシウムといいますのは放射性セシウムは137と134がございますが、今回の福島で降ってきたものは両方ございます。と言いますのは、セシウム137が30年の半減期ですからなかなか減らないわけですけれども、セシウム134は2年の半減期です。ですからそろそろちょっと減り始めてる9割方ぐらいになってるんですけど、両方測れるというのが今回の福島のフォールアウトっていうか空から降ってきたものですけども、富士演習林、静岡県ですけどもは137しかないんですね。のもキノコがありました。っていうのは今回の福島より前のですね核実験をしてた頃のセシウムの残りを吸って集めてるキノコもあるということが分かったわけでございますけれども、ここまでが前回ご説明したご報告したハイライトでございまして、これが1回目それから2回目、昨年度の2回行いました報告会のプログラムでございますが、両方にかかる題目として稲と土壌とそれから畜産業、それから魚介類、果樹の話をさせていただきました。で1回目はですね低濃度汚染について、それから鳥の汚染について、2回目はですねこれらの他にキノコの話をさせていただきました。で今回でございますけれども、今回はですね福島の農業総合センターの方が稲の話を本日はしていただくんですが、稲の話といいますのは、前回の稲と土壌と別のグループの方がですね、今回はその品種によってどうそのセシウムが吸われていくのか、あと栄養学的なことを少し話していただいて、で土壌の先生もこちらのグループとはまた別のグループの先生方がどういうふうにしてその土壌を除染できるかということについてお話しいただけると思います。それからあと畜産業の先生方は、前回も話していただいた先生の続きということになります。それから魚について話していただく先生はセシウムがエラから出るということで随分報道されたかと思いますが、こちらの先生とはまた別のグループの先生が魚について話をされます。だから今回はですねバイオエネルギーって書きましたが、エネルギー作物を作るのも一つその支援の一つになるんではないかということを研究されている先生、それからサイエンスコミュニケーターをコミュニケーションについて話をされている方の、これらのですね青いところの話を今日はしていただくことになっております。で私どもの現場で役立つ放射能汚染研究ということを目指しておりますけれども、詳細を調べないと、それから長いスパンで調べないとわからないと思っております。で今随分除染とかいろいろ言われて除染につきましても都市部を中心に除染ということが随分言われておりますけども、被災したところの8割方は産地も含めまして農業関連の土地です。でそのためにはですね農業というのは今年植えてまた来年どうなるかということですから、少し長いスパンの研究が必要だということです。で単にモニタリングと私どもは申しますのは、測定器を持ってって測れば、そこはどれくらい汚染されているか分かるわけですけども、それだけではその農業汚染の対策はできないなということを感じております。でどう時間とともにどうその汚染が動いていく
果とか状態を知りたいということと、あと女性に向けていろいろ考えていきたいんですけども、実態をまず分からなければなかなか除染方法っていうのは難しいと思っております。だからあとちょっとキノコで申し上げましたけど、除染前の放射性セシウムの寄与の可能性もあるということも頭に入れとかないといけないと思っております。それでこれからいろいろな先生が成果をお話しされると思いますので、全体的な話はこれで終わりにさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。